皆さん、旅先で知らない誰かに助けられた瞬間はありますか？今、日本人がしてくれた、ただ一つの行動が話題になっています。普通ならさっと通り過ぎて終わる空港。でも、そこである日本人は11万円という大きなお金と、震えるほどの温かい一通の手紙を残していきました。そのたった一つの行動が韓国人の胸を一瞬で打ち抜きました。なぜ日本人は見返りも名乗りもなく、ここまで人に優しくできるのか？この動画では事件の説明、韓国人と日本人の反応、そして僕の考えを紹介したいと思います。まず一つ目はですね、事件の紹介です。今回の物語の主人公はですね、名前も顔もわかりません。でも、韓国中を暖かくした一人の日本人旅行客です。場所は韓国釜山の玄関口、キムヘ国際空港です。毎年約2000万人が使う空港ですが、そのロビーの片隅に誰も気に留めない小さな赤十字の募金箱が置かれています。2025年11月の26日、いつも通り赤十字の職員が半年に一度の募金箱開け作業を行っていました。お金がコトコトと転がり落ち、1000ウォン、万ウォン、10万ウォン札がもういっぱいありましたね。開ける瞬間の静かな風景。しかしその瞬間、職員の手が止まりました。韓国のお金で110万ウォン、日本円で約11万円。そしてその上にそっと置かれた一通の手紙、こう書かれていました。韓国旅行楽しかったです。お金が少し余りました。困っている子供たちのために使ってください。それを見た瞬間、職員の目には感動しました。赤十字、釜山支社の会長はこう語っています。金額以上の大きな震えを感じました。この善意は絶望の中にいる人たちに生きる希望として届きます。含め、日本人現金110万ウォン、そして日本語のメッセージ、誰にも名乗らず、写真も撮らず、SNS にも投稿せず、ただそっと置いていく。まるで風のように消えていった見変わりゼロの優しさです。このお金は韓国国内外の緊急救助や貧困家庭の子供、災害被害者の生活再現に使われる予定だそうです。韓国の空港で誰にも知らせずに置かれた日本人の静かな善意。日本に住む僕自身も胸が熱くなりました。2番目の話、韓国人の反応を紹介したいと思います。ここからは今回の出来事に対して韓国人が実際に残したコメントです。最近中国との摩擦や政治家に対するコメントもありましたが、そちらを除いて、今回の事件に対する反応を紹介します。まず一つ目はですね、本当にすごいです。お金に余裕があったとしても、誰もこんな風にすぐ行動できますか？二つ目のコメント、韓国旅行が満足だったようですね。これからももっと多くの訪問客が満足できるよう、私たちもさらに努力しなければなりません。3つ目のコメント。日本、大阪を旅行した時、親切さや交通マナー、公衆浴場で自分が使ったものをきちんと片付ける姿などを見て、日本が本当に先進国だと驚きました。韓国旅行が楽しかったと言って寄付までしていくその意識に深い敬意を表します。日本は近くて遠い国という認識を未来のために協力する関係へと変えていかなければいけません。経済的にも軍事的にも東アジアの関係を前に進めるべきです。4番目のコメント。旅行で良い思い出を作って帰るだけでもありがたいことなのに、その思い出を困っている人のために使おうとした彼は余った代金を寄付して去っていきました。本当に一生忘れられない思い出になったのでしょう。思い出と呼ぶのが失礼かもしれないほど本当に感謝してもしきりません。困っている人たちを助けるということは本当に心温まる行動です。私たちの周りには助けが必要な人たちが多いのに、助けるべき立場にいる人ほど彼らを無視しながらお金を使い、そのまま見過ごしたりします。外国の方ですが、本当にありがとうございます。どうか幸せでいてください。との反応でした。あるメディアにはこういった記事も書かれていました。彼が残していった心は国境を越え、一人の子供への人生に向かう善意だった。その瞬間だけは、日本という国と韓国という国の間にある境目が一時的に消えたように感じられた。個人が差し出した小さな親切は、時に国家間の対立よりも強い力で人の心を動かすことがある。ふと、こんな願いが生まれた。個人の争いも、社会の衝突も、政治の対立も、国家間の長いわだかまりも、この小さなぬくもりの中で少しずつほどけていけば良いと、どのコメントにも日本人の行動に対する驚き、尊敬、感謝がそのまま滲み出ています。
3つ目のことはですね、日本人の反応ですね。今回の110万ウォン寄付ニュースに、これ韓国でも大きな話題だったんですけれども、日本にもニュースが広まりました。同じ経験をされた日本の方々、自分もこういう経験したよというコメントがあったんですね。まず1つ目、ある日本人は初めての韓国旅行で屋台に行く前に買い物をしすぎて現金が足りなくなったそうです。普通なら気まずい空気になるはずですが、店主は笑顔であるだけでいいよと受け取ってくれたとのこと。さらにお金を払おうとすると、その半分返しながら、これタクシー代に使いなと気遣ってくれたそうです。翌年に再訪問した際にも、同じ店主が涙を流して抱きしめてくれたと言います。別の人はですね、韓国の駅で改札に通れず困っていた時に、中年の女性が自分のカードをタッチして通してくれ、何事もなかったように去っていたという話を寄せています。別の場面でも韓国人が日本人ですかと声をかけ、さっと助けてくれたとのことです。本当に優しい人が多いとその人は書いていました。で、帰国の日、空港行きの電車を探してキョロキョロしていた日本人旅行者は地元の女性にこちらでみたいな大阪弁のような明るい調子で案内されて、その温かさに驚いたとコメントしています。さらに大阪で一人暮らしをしていた時、在日韓国のおばあちゃんにキムチやお粥を分けてもらい、早く結婚しなさいとまるで本当の母親のように接してもらったというエピソードもありました。こうした日本人のコメントを見ると、日韓どちらの国にも顔の見える優しさがたくさんあることが伝わってきます。だからこそ今回の寄付というところは日韓の距離を一瞬で縮めてくれたかもしれません。僕自身も日本と韓国のどちらの優しいにも救われてきました。そして今日もそのつながりの真ん中にいられることが胸を熱くさします。どうしても伝えたい話があります。僕はですね、日本にも韓国にもいい人ばかりいるとは思っていません。むしろどちらの国にも変な人もいるし、嫌なニュースもあるし、相手の国を悪く言う人も山ほどいます。日韓どちらにも迷惑行為する人だって山ほどいます。でも、そんな人たちはそれぞれ勝手にやればいいと僕は思っています。僕はですね、好きな人同士で繋がれる未来の方が大切なんじゃないかなと思っているんですよね。国籍とか関係なくて、影響力を与え合ってお互いの人生がちょっとでも良くなる関係。今回の日本人の寄付はまさに韓国社会に小さくても確かな光を落としていきました。そしてこれは僕自身にも言えることです。日本に住んでいる韓国人としてマナーを守って生活すること、法律を守ること、研究でも仕事でも一生懸命取り組んで税金を納め、日本と韓国それぞれの活動に貢献すること。こうした一つ一つが国を超えた善意の連鎖としてもしかしたら繋がっていくかもしれないと思っています。だからこそ皆さんにもお願いしたことがあります。韓国を旅行するときも日本の中で暮らすときも、どうかその小さい優しさを一つだけでも届けてみてください。道を教えるとか席譲るとか笑顔でありがとうとかいう、そんなほんの数秒の行動が誰かの心を救うことがあると思っております。日韓って本当に複雑な関係を持っていますが、きっと僕たちの未来や、国じゃなくて人と人で変わっていくかもしれない。そのように僕は信じております。皆さんにも似たようなエピソードがありましたらコメント欄でぜひ聞かせてください。はい、以上パクンでした。もしよろしければチャンネル登録といいねをぜひよろしくお願いいたします。アニョン。